はい、こんにちは、テヨンシンです。今回ですね、フラットバウンド弦についてちょっと手をってます。で、僕使ってるベースがですね、基本的にフラットバウンド弦かブラックナイロン弦使ってるんですけど、全部試したわけじゃないんですけど、結構試してですね、ある程度試して、好きだった弦をちょっとお勧めできたらなと、注意点とかそこら辺もですね、お勧めできたらなと思います。では、行ってみましょう。で、フラットバウンド弦なんですけど、フラットバウンド弦って多分、この動画見てる方知ってるかもしれないんですけど、説明すると結構ラウンドバウンドって一般的な弦でベース弦ですね。結構ザラザラしてると思うんですけど、フラットバウンド弦がこうツルツルしてるんで、こう触ってもですね、ジャリジャリジャリみたいな雑音が出ないって感じですね。はい。で、テンションも若干高めで、特徴といえば、で、音がですね、結構丸い感じで、音が太くてっていうのが一般的に言われてます。実際そうなんですけど、でですね、何よりも僕が一番好きなのが、この弦の寿命がですね、非常に長い。多分もう10年とか20年とか使ってる人は結構ザラにいるレベルの弦ですね。音が死んでからが本領発揮みたいな感じですね。それが僕も毎回弦張るのお金かけるの嫌なんで、音が好きだっていうのがあるんですけど、弦張り替えない方がいいなっていうのも結構大きな理由の一つですね。で、有名なモータウンのベーシストのジェームス・ジェマーソンはですね、やっぱりもう全然弦変えずに、本当ネックも反ってたみたいな話が結構そういう逸話超有名なんですけど、あれもフラットバウンド弦ですね、このフラットバウンド弦。後々紹介するラベラっていうメーカーのやつなんですけど、で、あとですね、有名なところで言えば、ピノ・パラディーノですね。ディアンジェロとかのベーシスト、もう伝説的なベーシストになってますけど、彼もですね、基本フラットバウンド弦ですね。で、彼が、ディアンジェロのアルバムブードゥで使ったベースをですね、プレベので使ってるフラットバウンド弦、後々紹介するラベラです。そこら辺も含めてですね、後々話していこうと思います。で、僕がですね、まずそのおすすめのフラットバウンド弦を話しちゃうと、もう僕、これダダリオの、Chrome ECB81 ってやつなんですけど、ここら辺ですね、リンクは僕、概要欄にブログで書いてるんですけど、そこに全体的にこう、今日書いたやつは載ってるんで、それちょっと読みながらでも見てもらえればと思うんですけど、はい。それで一番僕がお勧めしたいのは、ダダリオの、これダダリオなんですけど、もう語源なんで、語源のダダリオなんですけど、ちなみにこれC 弦ですね、ハイ C。ハイ C がつけてある。これがですね、僕の中では、全部試したわけじゃないんですけど、いろいろ試した中では一番好きな弦ですね。なんか結構、フラットバウンド弦って時間経つと結構音が本当に高音がなくなってモコモコした感じになっちゃうんですけど、この弦はですね、ある程度これ今そんな古くないんですけど、いろいろ巡り巡ってまたやっぱりダダリオが一番だなって言って戻ってきたんで、使っても1年ぐらいしか多分使ってないと思うんですけど、この音がなんか自分で弾いてて飽きないんですよね。自分でやっぱ楽器って本当自分が好きな音っていうのが一番大切だと思ってて、やっぱ自分がなんか飽きちゃうサウンドってやっぱダメですよね。でもその中で僕がやっぱ飽きない、ずっと弾いてられるサウンドはこのダダリオのフラットラウンド弦なんですよ。こうパーミュートとかでやってもなんかこの微妙にこの歪んだ感じとか出て、結構上の方の弦弾いてもなんか微妙に歪んだ感じが出て、なんかすごい好きなんですよね。で、スラップのサウンドはちょっと僕ベーススラップあんま弾かないんでちょっと下手くそなんですけど、ちょっと試しにこんな感じでちょっとすいません。スラップはあんま弾かないんでちょっと参考に程度にしてもらいたいんですけど、こんな感じです。で、この弦が僕的には個人的には一番のおすすめですね。
はい。で、次にですね、2番目にお勧めしたいのが、この他の僕のジャズベースに使ってるアーニー・ボールのフラットワウンドグループ3ってやつがあるんですけど、ここが水色の感じなんですけど、これもですね、いいです。なんか中域にきらびやかさがあるというか、音が、これも張ってまだ1年も経ってないんですけど、今のところまだいい感じで落ち着いてきてますけど、やっぱり中域がありますよね。だからここら辺がこの中域って何で大切かっていうと、これがないと一人で弾くときはいいんですけど、バンドの中で弾くと音がなんか埋もれてベースの音が消えちゃうんですよね。だから低い振動だけみたいな感じになっちゃって、結局ベースが何やってるのか分かんない。振動気持ちいいのはいいんですけど、ベースがラインが全然見えなくなっちゃうんですけど、こういう風に中域のある音だとベースの音がはっきり聞こえてかっこよくなりますね。だからまたちょっとしょうもないちょっとスラップなんですけど、まあこんな感じですね。パワーミュートでも、パワーミュートでちょっと弾いてみると、かっこいいですよね。すごいベースらしいというか、だからジェームス・ジェマースみたいにここにスポンジとかはめれば、このサウンドを得られるって感じですね。これめちゃくちゃおすすめの弦です。で、実はですね、他にもアーニー・ボールでピノ・パラディーノがプロデュースしてる、フラットワウンド弦もあるんですけど、ピノ・パラディーノスムーシー・フラッツなんとかっていうやつがあるんですけど、それはですね、正直なんか、ちょっとビジネスなんじゃないかなと思って、そこはそれよりも、このラダリオか、このアーニー・ボールのやつをおすすめしますね。あと、で、次がですね、フラットワウンド弦の代名詞みたいな感じなんですけど、ラベラ 0760M ってやつと 760FS ってやつがあるんですけど、その 0760M ってやつは、ジェームス・ジェマーソンのカバーみたいな、ジェームス・ジェマーソンが実際使ってたのをやったやつですね。だからこれはですね、弦がすごい太いんですよ。52から110とかで、もともとこのフラットワウンド弦ってラウンドワウンドよりテンション高いんですよ。で、さらにこれ太いんで、結構レビューとか、僕使ったことないんですけど、レビューとかでも結構ネックが曲がっちゃうとか、反っちゃうとかってのがあるんですよね。で、僕も普通にダダリオの弦でも、前使ってたプレビ使ってたんですけど、その弦が結構古いプレビだったんですけど、70年代のプレビだったんですけど、ネックが超弱くて、それ使うともう、ネックが歪んじゃう、反っちゃうんで、結局使えなかったんですけど、だからですね、それ、ジェームス・ジマース憧れるのはいいと思うんですけど、そっちよりですね、僕がお勧めするのは、760FS ってやつがあって、これそのラベラのフラットワンドの中のスタンダードって言われるやつなんですけど、これゲージが045から105ってやつで、普通のというかですね、テンションが比較的さっきのよりは低め。でもやっぱりラウンドワンドに比べたら高いんですけど、こっちの方がいいと思いますね。だからダダリオと、これが同じ感じかなって感じですね。はい。で、次はですね、さっき聴力高いって話したんですけど、やっぱり最初戸惑うと思うんですよ。ずっとラウンドワウンド弦弾いてたとしたら、フラットワウンドにしたら。だから、それでちょっとテンション低めの方が好きな人もいると思うんですけど、またこのフラットワウンド弦の定番みたいな感じなんですけど、これもまたピノパラディーノを使ってるんですけど、トーマスティックっていうメーカーのやつがあって、JF344 ジャズフラットワウンドってやつですね。これもですね、ゲージが043から100までって結構若干細めで、
テンションが低いんですね。だからこれもピノパラディーノがいろいろ使ってるんですけど、これピノパラディーノ使ってるって言うんですけど、結構調べたんですけど、ピノパラディーノ結構本当にいろんな弦使ってるんですよ。だからどの弦も愛用してるんで、多分楽器によって全部違うんですよね、弦が。だから、まあそれはいいとして、まあ実際このトマスティックは本当に有名な弦ですね。これもいいと思います。で、次にこの弦柔らかい中で紹介するのは、テンション低めの中で紹介するのはラベラーの、ローテンションフラッツってやつがあるんですけど、これもまたブログ見てくださいね。で、それはですね、僕実際使ってたんですけど、なんかちょっとそのトマスティックを使うかと思ったんだけど、なんかせっかくだから同じ系統って言われてるんですよ、ローテンション。だから若干ローテーションフラッツはラベラがトマスティックを真似して作った弦って言われてるんですけど、だそっちをちょっと買ってみようと思ってやったんですけど、結構使って1年半年ぐらいかなしたらなんか音が本当に死んじゃって、なんか弾いても全然楽しくないっていうか、なんかやっぱりいいフラットバウンド音死んでからとか言うけど、死んでてもやっぱりなんか中に張りがあるっていうか、やっぱちょっと歪んだ感じがあるっていうか楽しいんですよ。でもローテンションフラッツは弾いてて本当になんか楽しくないというか、まあ個人的な感想ですけど、でもこういう個人的な感想って本当大切だと思ってて、やっぱ自分が好きだ、面白いっていうのが、やっぱ楽器本大切なんで、だからそれはもうやめちゃいましたね。で、結構弦の比較動画とかあるんですけど、結構弦に比較してもですね、動画じゃ本当わかんないんですよね。だからこのローテンションフラッツもトーマスティックとかも全部なんかよく聞こえるし、だからまあ実際試してみるしかないんですけど、だから試すとしたら僕がさっき言ったのをお勧めします。だから最初にダダリオか、ラベランのやつですね。まあ僕がお勧めするのはダダリオですね。で、それかやっぱりアーニーボール。そんで、テンション低めがいいんだったらトーマスティック。はい。それでですね、他にもブラックナイロン弦っていうのもあって、これ今ブラックナイロン弦なんですけど、これがですね、フラットバンドみたいにこうツルツルした感じなんですけど、これがちょっとコーティングされてて、これが本当なんかコントラバスに近いってよく言われるんですけど、これは実際ですね、好きですね、僕は大好き。これ使ってるの、これもまたブログでですね、紹介してるんですけど、これ比較してる動画もあるので、それぜひ見てもらいたいんですけど、これもラベラのブラックナイロン弦です。これもフラットバウンド弦を買うなら、これもなんか選択肢の一つにしたら面白いと思いますね。はい、ということで今回ですね、フラットバウンド弦のおすすめを紹介してみました。まあですね、皆さん好みだと思うんで、つっても全部の弦は試せないじゃないですか。だからですね、まあ実際買ってですね、なんかこの弦ちょっと俺違うなと思ったら変えるみたいな、1年ぐらい使って、なんか違うなって言ったら変えてみたいな感じで、やっぱちょっと高いんですけど、まあ、それでやっぱいいなと思ったら、やっぱそれがいい。まあ、結局変えることなんですけど、僕も結局なんだかんだでダダリオは使ってていいなと思ったんだけど、やっぱ他の弦の方がもっといいんじゃないかっていう、そういう誘惑に駆られて結局買い替えたんだけど、やっぱダダリオだっていうのを3回ぐらい繰り返してるんで、そうですね。でもやっぱ皆さんそういう道をたどると思いますけど、僕のおすすめもちょっと聞いてもらって参考にしてもらえればなと思います。ではまた。